ちらかなり珍しくイルチアのスエードを使ったスノーベルです。スノーベルで人気の高い革はやはりミュージアムカーフやコードバンなんですが、スエードで作るとまたスムースな革では得られない上質感が漂いますね。このスエードは銀付きスエードといって、表に銀面がついている革をそのまま裏にして使っているという、スエードの中でも高級とされる部類の革です。非常に毛足が短くてシルキーで滑らかな手触り、見た目をしてますね。スエードの靴っていうのは個人的にもどうしても靴を作る時とか欲しいなってものは磨きがいのあるスムースレザーを選びがちなんですが、スエードは実はすごくおすすめの素材でして、履き心地も柔らかいですし、上質感、大人な感じもありますし、ケアも楽、服装も選ばず履くことができます。さらにスノーベルはパーツ取りが少なく革の継ぎ合わせがないので、もともと履き心地としては柔らかい、それがスエードによってさらに柔らかく感じられるかと思います。次は同じくスノーベルです。この靴はツキノワグマ革を使ったスノーベルです。ツキノワグマ革のダークブラウンですね。イノシシ革ともヤギ革ともまた違った独特の表情で贅沢に革を使うスノーベルならでは、熊革の表情がすごくよくわかります。スノーベルのデザインというのは女性らしさもある、丸みのあるというかごつくないデザインなんですが、やっぱりツキノワグマの革を使うことによってどこかワイルド感を感じます。このローファーは女性の方にオーダーいただきました。革はフランスのアルラン社のゴートレザーです。トルティエールというグレーベージュのような色味の革です。これに白ステッチ、きなりコバを合わせて春夏にぴったりな軽快な雰囲気のローファーに仕上がっています。このアルランゴートは色バリエーションも豊富ですし、革も柔らかいためローファーにはかなりおすすめの素材です。このタッセルローファーはスエード、イルチアのスエードですね。商品ラインナップにこの青色のスエードないんですが、一応オーダーできます。アッパーはスエードタッセルなので、カジュアルな感じなんですが、ソールはフルハンドでバッチリと決まってます。アッパーの糸はブラウンをご希望いただきましたので、モカの糸とミシンの糸が茶色になってます。いいアクセントですね。もちろん青のスエードに合わせて青い糸でもいいんですが、茶色にすることで大人な感じないいアクセントになっていると思います。こちらはエプロンダービーのチェスナット。チェスナットというとやはりワイルド系の革、人気が高いです。イノシシ革、クマ革、新コード版ですね。ただ今回珍しくミュージアムカーフのネイビーでオーダーいただきました。意外と変わった靴になりますよというお話をさせていただいたんですが、仕上がってみるとあまりの馴染みの良さ、かっこよさに実はね少し驚いた靴です。このチェスナットってこういうネイビー、そしてミュージアム、ムラのある感じの雰囲気でも合うんだなと気づかされた靴です。太陽光に照らすとよりミュージアムカーフネイビーの深みがわかると思います。こちらの靴はイノシシ革ナチュラルでお作りしたチェスナット。ミュージアムカーフネイビーとは打って変わって軽快な感じですね。イノシシ革のナチュラルの色味というのはやはり個体差、ロット差もあり、結構白っぽかったり少しくすんでいたりとあるんですが、この革は比較的白っぽめのイノシシ革でした。そこにライニング、ライトブルーを合わせてオーダーならではの珍しい色味の靴になってますね。ここから経年変化、イノシシ革をガンガンしていくと思うので楽しみです。こちらはスタイルドビスポークのオーダーです。モデルはソートゥースで、革がちょっと特別ですね。この方複数足同時購入いただいたのでちょっと特別にということでクレイジーパターンになってます。実は地味なんですが、つま先部分とかかと部分がクマ革、羽部分がイノシシ革、そしてバンプ部分が鹿革になってます。
鹿革は通常 MTO のラインナップに取り扱いがありません。どれもジビエレザーですね。野生の動物を漁師の方が取った革です。そして色も全て黒なので、パッと見脂肪の靴だなっていう風に見えると思うんですが、実は3種類の革をアッパーに使っています。それぞれ脂肪肝の表情が違うので、非常に面白い靴になってますね。さらに言うとすると、この靴実はライニングが馬です。機種の MTO で用意している緑のライニングは馬なんですね。そしてライニングの前方部分は牛を通常使っていますし、ソールも牛です。そしてサイドライニングは見えないんですが、アッパーとライニングの間に入っている革があります。これはヤギを使っていますので、全て合わせると6種類の動物の革を使った特別な靴になっています。やっぱりソートゥースのワイルドな雰囲気にこういったシボ革はよく合います。こちらは実はかなり珍しいオーダーです。というのも、こちらはモデルウォールナットですね。ウォールナットストレートチップのオーダーというのはキシスワークではかなり珍しくてですね、最もオーダーいただいた数が少ないデザインでもあります。それを新コードバのコニャックを使って制作しました。やはりなぜストレートチップが選ばれないのかと言いますと、キシザワークのデザインはやはりカジュアルなものが多いですし、革もカジュアルなものが人気が高いです。やはりストレートチップのデザインっていうのはフォーマルですので、もっと変わったものをということで選ばれないことが多いんですが、こうして新コード版作ってみると、やはりストレートチップはいいなと思うのと同時に、この新コード版のこの素材の奥行き感、光沢感っていうのがすごく映えるなと思いました。なので素材自体を少し変わった面白いものを選ぶ際は、こういったデザインに癖のないシンプルなものを選ぶっていうのもありだと思います。こちらは新コード版のキャメルを使ったカメリアダッセルローファーです。革の状態だとキャメルとナチュラルって意外と違いがないなと感じるんですが、こうして靴になってみると、やはりキャメルはキャメルらしくオレンジ、黄色っぽさがありますね。非常に綺麗な色合いです。この色味のダッセルローファー、デニムに合わせたらもう最高ですよね。もちろんいろんな服装に合うと思います。楽しんで履いてみてください。こちらは球磨革で作ったローレルです。ライニングはネイビー。球磨革の質がやはり個体差結構ありますので、脂肪肝の出具合も変わります。こちらは脂肪肝が少し深めというか大きめの月のワグマでした。結構ワイルド感があります。こればっかりはもうその天然のものなので、革の生産量も少ないですし、在庫もそれほど多く持ってるわけではないので、ちょっと脂肪肝の具合をこれぐらいでっていうオーダーはお受けできませんが、その辺はやはり天然ならではの運も含めて楽しんでもらえたらと思います。非常にかっこいいですね。こちらはアルランゴートの色味はカンパヌーレという色で作ったローレルです。群青色より少し薄い水色に近い色味ですね。そこに白ステッチときなりコバ。これはサマーシューズと言ってもいいぐらい春夏に軽快に履ける靴ですね。こちら男性の方、常連のお客さんにオーダーいただいたんですが、こんな色味の靴履いてる人いたら二度見しますよね。やっぱりこの色味って派手じゃないんですよ。派手なんですけど、このカンパヌーレという色味ってどこか落ち着きがあるんですよね。すごく上品なんですよね。展示会にもよく来てくださるので、履いてきて履きこなしてくれてる様子を見るのが楽しみです。こちらは珍しいウォルナットですね。革は実はこれスペシャルで、常連の方でちょっと特別な機会があったので、そこでオーダーいただいた MTO シューズです。これヒグマの革、ヒグマのカーフというべきか、子グマの革ですね。大人のヒグマに比べてより脂肪が細かいですね。カーフも大人の牛に比べてきめ細かいですが、クマでも同じです。非常に珍しい革なのでもうないんですけど、ちょっと1枚だけあったので特別にお受けしてお作りしました。これをね、あえてウォルナットで、そこがいいですよね。このシンプルなデザインだからこそ
独特な特別な革が存在感をより増す。この靴はイルチアのボックスカーフのブラウンを使ったスノーベル。これまたシンプルで主張のない、いい意味で主張のない靴ですね。だからこそ素材の良さやデザインの良さが際立ってますね。なんかそこにこう佇んでいるような、動と静で言うなら静みたいな、そんなどこか日本的な落ち着きのある風格、スノーベルのこういったボックスカーフ系にはある気がしますね。そして今軽く磨いた状態なので結構マットな感じですが、磨くことでまた全然違った雰囲気になるような気がします。こちらイノシシ革で作ったマホガニーです。このマホガニーってフルブログ脂肪系の素材って実はかなり合うんですよ。もともと装飾が多いデザインなので、そこにこういった表情のある革っていうのはすごく合います。ただ意外とこういった組み合わせでオーダーいただくことって少なかったので見れて嬉しいです。イノシシがダークブラウンでお作りしました。このイノシシは結構脂肪が深めでしたね。ただ穴飾りもしっかり主張してくれています。こちらはツキノワグマの革で作ったオーク。そこに白ステッチです。これは個人的にかなりツボな組み合わせです。もともとオークは僕が新コード版コニャックを使って白ステッチで作ったデザインというのが元になってますので、こういったコントラストのある組み合わせっていうのは僕の好きなところなんですが、黒に白、そしてこのツキノワグマの脂肪感っていうのがたまらないですね。さらにアウトソールのステッチも白にしてダブルウェルトで迫力が出てます。この方のオーダーはアウトソールはラバーにしてもうガンガン履いてやるぞという、そんなオーダーでした。いやーめちゃくちゃ渋いですね。